次、下社の春宮に来ました。春と秋がありまして、この時期によって春と秋分かれてるんですけど、今の時期は春宮に、神様がいらっしゃいます。春宮でございます。諏訪大社。諏訪大社は4つとも位が一緒ということなので、順番はどっから回っても良いです。さあ、それでは参拝しようと思います。いつも言っていますけども、真ん中とね、端で色違いますけど、真ん中は神様が通られるところなので、歩いてはいけません。さあ、まず狛犬がいるんですが、これは阿吽の狛犬でございます。正面目立ちますけど、右側に杉の木があるんですね、これ。ご神木になってます。これがですね、上に行くと、こう分かれてるの分かりますかね。これで、縁結びとか言われたりしてるんですよね。はい、二股になってるので、縁結びって言われてます。これ、神楽殿ですね。神楽殿のここのしめ縄の特徴は、出雲大社系なので、出雲大社と一緒のようなね、しめ縄になってます。聖拝殿でございます。先もと一緒ですけども、御柱が4本立っております。筒賀幽殿って書いてあるじゃないですか。はい、これ筒賀幽殿といって、実はね、面白い神事がありまして、毎年1月、14日の夜から15日の早朝にかけて、神職さんがね、いろりを囲んで、お米と小豆と、吉の筒だったかな。はい。で、吉の筒っていうのは、ストローのようになってるらしいんですけど、それを、一晩炊いて、次の日に、その44本の、筒を炊くんですが、その中に、いくつお米と小豆が入っているかを見て占うというね、基地を見るというね、そういうことをしてたっていう場所です。筒賀幽殿と言います。なんかさっきはね、ちゃんと説明なかった気がしたんですけど、ここちゃんと説明ありますね。はい。ということでね、あと特徴、この建物の特徴すごくあると思うんですけど、秋宮、これから行きますけども、秋宮もこのように、上に高いね、二重形の構造になってて、どうもなんか同じ設計図で作られてるらしいです。で、なんか二人の彫り師さんに、彫刻さんに競わしたということも言われてるんだそうです。はい。ということで、ここの、これわかります？三島大社とかの、彫りもやってるっていう彫り師さんがやってるんですよね。これ見てください。すごいと思うんですよ。で、これ実はね、中の彫りもちょっとね、リズムできないんですけど、すごいんですよね。で、ここの特徴は、お賽銭箱がやたらと長いというね。はい。これも一つの特徴でございます。はい。今ちょうど誰もいないので撮れるんですけど、すごいですね。ここは本殿がね、ありません。はい。ご神体は木でございます。はい。ここは、説明書いてもね、拝殿とね、一体、平殿、拝殿が一体になったのが、平拝殿。先ほどからね、この諏訪大社の特徴なんですね。そして、左右片拝殿ということで、左右に拝殿が、右拝殿、左拝殿があります。なんですけども、この右にあるのが、私のから見て右手っていうのが左になります。神様正面ということで、左右の拝殿がございます。これが1の御柱でございます。これ中にですね、2つ見えると思うんですけど、ここはね、今ね、右と左とあるんですけども、これも7年に1回、左右入れ替わるんですね。で、今は右側の方に神様がいらっしゃるということです。小安社でございます。ここもさっきと一緒なんですけども、底の空いているひしゃくを、奉納してるんですけども、水が通るということで、子供がね、安産で水のね、のように、底がないでしょ、たまらない、たまらないとか、筒がなく出てきますよっていう、安産ですよって、安産になりますようにということで、みんな底のないひしゃくを奉納しております。そして、この平拝殿の奥が、見えるかな、3本目の御柱ですね。先ほどから言ってますように、4本が結界となって立っております。こちらはやっぱりちょっと粛々とした感じがしますね。先ほどの、元宮とまたちょっと違うのがすぐわかります、エナジーがね。はい、ということで、こじんまりとしたお宮ではありますけども、もう一つ、ここに、
卍の石仏っていうのがあるんですけど、これが、ちょっと有名なので行ってみましょうか。こういう木と木の間にもね、祠があったりするんですね。はい。で、横の道からちょっとこうやって来ると橋があって、ちょっと散策しに行ってみましょう。さあ、浮島社って書いてるんですけど、ここ浮島って言って、ここは水浸しになってもこの浮島だけは沈まなかったということで、なんかね、諏訪大社七不思議の一つと言われてるらしいです。もうほんとね、散策してるだけで、こんな毎日こういうとこで散策したいと思えるぐらい、気持ちのいい場所です。これが浮島社と言います。書いてますね。浮島はどんな大水でも決して流されない。ということで七不思議の一つに数えられてるっていうのはね、これちょっと島になってるんですよ。周りにね、横にこう川があって、まあ川遊びしてる人もいるんですけど、そこが川になってるんですね。そして、この浮島もそうなんです。社もそうなんですけど、まあ、諏訪大社のはみんなこの御柱が立ってます。はい。小さいですけども、ちゃんと御柱が立っています。で、その先が尖っています。神様が、そこに宿るように尖っております。そして、7年に一度、蛇の年と巳の年と虎の年に御柱祭がありますけど、その時に全部新しくなります。さあ、ということで、これが川ですけどね。すごいですね。やっぱ大雨が降ってるからちょっと水量が多いように見えますね。さあ、卍の石仏通ときました。すごいですね。もう本当に畑の真ん中にポツンとある。奥に見えるのがそうです。一応卍の石仏っていうのはお参りの仕方がまああるらしくてね。まあ、よろず収まりますようにと心で念じて石仏の周りを3周唱えながら回るらしいんですよね。さあ、この面白いのが石仏でございます。でもね、この辺では昔からあったらしくて、これをなんで有名になったかっていうと、岡本太郎さん、その方がここで、下諏訪の温泉に来た時に、これを発見して、こんな素晴らしいものはね、いろんなとこ旅行してるけどないっていうことで、岡本太郎さんが絶賛したことによって広がったんですね。それで有名になりました。まあ、この辺の人はなんか昔からあるものだそうです。ですけども、やっぱこうやって見ていてもなんかね、素晴らしいですよね。僕もう一個ね、素晴らしいなと思ってるのは、見てください、これ、稲穂をね、ほら、稲穂、ほら、稲穂が丸く綺麗になってんですよ。で、まあ、いつも言いますけどね、初穂料って言って、昔はお米が取れたら、ね、勤労感謝の日に今なっちゃったけど、新嘗祭とかがあって、そこで、お米取れたことに対する感謝をね、神社にするんですよね。だからやっぱり、そういう心っていうのは大事なんじゃないかなって思います。だからここになんか稲穂があることは意味があるような気もします。という感じでございまして、感謝して去ろうと思います。なんかジブリに出てくるキャラクターのようなね、感じで。いいですね、愛嬌が。卍のマークが入ってるんですね、真ん中に。はい、ということでありがとうございました。すごい、さっきちょっと気づかなかったけど、このアパートの一角、カフェになってますよ。これが下馬橋と言って、まあ、昔はここで下馬しますという名前の通りで、今は、神事の時に、だけ、ここで通ってやるそうです。で、まあ、水流れてますけど、昔はここ川になってたよっていうことです。春宮参拝の時にはここで下馬したということで下馬橋と言います。下社の中では一番古い建物になります。はい。説明書きがちゃんと書いてあるのはありがたいですね。で、この下馬橋もそうなんですけどね、ここずっと行くとね、本当はもう一個鳥居があって、大統領とかがあるんですよね。はい。参道でございます。見てください、これ。自動販売機。これもう相当有名人になるね、これ、乗った人は。なんか普通の道路もやっぱりほら、真ん中と端と、ね、分けてますね、石を。だから一応、御柱祭の時には神様が通るからってことでしょうね。さあ、ということで、秋宮に来ました。さっきまで雨降ってたんですけども、見てください。太陽が出てくれてありがたい。さて、入りますと真正面にでっかい杉があります。これが、念入りの杉と言います。さあ、念入りの杉なんですね。これが600年から700年の樹齢って言われていて、牛蜜時に、なんかね、いびきのね、音が聞こえる。ということで、念入りの杉と言われています。で、夜泣きがひどい子供にこの皮を煎じて飲ませると、夜泣きが収まるって言われてるんだって。はい。で、
見事なしめ縄なんですけども、ここも出雲大社系の神様なので、出雲大社と一緒のしめ縄を、御柱祭と一緒の7年に一度付け替えてます。で、青銅製の狛犬は日本でこれから一番だそうです。大きさがね、かなり大きいです。1本あるって言われてるんだよね、しめ縄が。で、この建物が重要文化財なので、最近はもう800キロぐらいにして、ちょっと、軽くしてる、負担がかからないようにしてるんだそうです。すごいですね、このしめ縄。神楽殿です。で、ちなみに、今は、春宮の方に神様行ってるので、秋宮の方には神様がいないんですね。流れ石がございますね。なんか結構さ、山並みになってるのは見たことあるんだけど、ここも大きいね。この前行った戸賀神社は日本一って言ってたけど、こっちの方がでかい気がするよね。サザレ石は君が代に出てくるのと一緒で、小さな石が固まって大きくなるっていうことなんで、人生哲学的なことなのかなという感じでございます。はい、君が代にね、これ書いてあるね。ここに永久の幸せを祈るっていうことです。神宮の妖拝所がありますね。このお砂は伊勢神宮なのかなのお砂なんですね。これ多分、あれなんでしょうね。土俵なんですけど、奉納相撲って言って、神社では、昔はやるんですよね。で、もちろん、お相撲っていうのは神事なので、スポーツではないので、で、ガッツポーズがダメだっていうのは、スポーツじゃないからなんですね。神事で土の神様を、こう、抑えるっていう意味があるんですよね。なので、相撲の問題が起きましたよね、一回。で、3.11 が起きた時は、相撲をやってない時に起きてるんですよね。だからそういう風に言われたりしてます。もうなんかすすきが飾ってあって、そうか、秋宮だからなんだ。今気づいた。はい、先にお参りします。ここも妖拝殿なんで、本殿を持たないお宮なんですよね。で、この建物が二重構造になってる楼門なんですね。楼門型の、なんていうお宮っていうのかな、お社なんですよね。で、ここも、春宮と一緒で、同じ形してるんですけども、同じ設計で作られてるそうです。そして、二人の、彫刻家に競わせたそうです。なので、向こうもすごいんですけど、こっちの彫刻もすごいんですよ。ちょっと近くに行くとわかるんで、ちょっと行ってみましょうかね。ここは今でも、本来は神様がいないとされてるんですよね。ご祭神が今向こうに、ご祭神が、元宮の奥さんなのかな、奥さんだったっけお母さんだったっけあれどっちだったかななんですよね。だから。で、御柱のここも4本あって、これは第2なんですけども、ここはね、霧ヶ峰の近くの、山から持ってきてるそうで、もみの木なんだそうですね。もみの木。で、10トンぐらいあるのをね、20キロぐらいなのかな ?20 キロの距離なのかな持ってくるんだそうです。第3の御柱がこの端っこに見えます。で、4つこのね、御柱を立てて結界になってる。その中に、神様が宿るご神木があるという。ここはね、木がご神体です。やっぱ子役者は全部、そこの空いているひしゃくを奉納するんですね。説明した通りですね、さっきね。鹿島神社ね。鹿島神社は、ここ書いてます。ね。竹三日月の御事って言ってね、ここの神様は争いに負けてしまいましたけど、はい。はい、これが今言っていた彫刻ですね。ここは、ここを建てることによって長井茂田という、書いてありますね。江戸時代の。すごいです。中には、鶴と竹かな春宮と一緒ですけども、中に神様がいらっしゃるのが2つあって、今右側にいらっしゃいますよっていう、綺麗な方ですね。で、7年に一度新しいものに変えるという、ちょっとここからだとあまり見えないんですけどね。春宮と一緒でございます。で、これ、天覧の白松って言うんですけど、天覧っていうのは見てる漢字の通りなんですけど、昭和天皇がこれをね、お参りした時に見たっていうやつなんですよ。で、この葉っぱが、3本なんですって。三葉の松って言われてて、普通2本じゃないですか。松って。3本だそうです。これ見てください、ほら。本当に3本。びっくりした。俺本当かよって思ったんだけど、これ本当に3葉になってます。で、ここは左が天照さん豊受様で、真ん中が竹水上の命のお子さん。第一の御柱が一番、大きいです。はい、元宮にもさっきあったと思うんですけど、
山から温泉を引いてきてるんですね。これだから温泉が出てるんですよね。はい、暑いです。で、風と水の神様ということで龍神なんですね。龍神系のっていうことなんですよね。ここも一応、あそこが第三の御柱ですね。やっぱり本当山に神様が宿ってるっていうのはよくわかる感じですよね。ここまで来てると。で、ちょっと説明忘れましたけど、神門って言うんですね。家門じゃなくて、神社なので。で、この神門の根っこが、下社は5本なんです。上社は4本なんですね。そういう違いもあるんですね。で、この御柱はさっきから言ってるけど、この裏側が、平らになってるのが、引っ張ってきましたよっていう証ですよね。すごいよね。全部にこれを立ててるっていうのは。で、7年に一度ですからね。今更なんですけど、最初にね、行きましたね、ここね、元に。ここ回って、ここ回って、こう。そして、諏訪湖の逆側に、今ここですね。春宮行って、秋宮回ったって感じですね。一応ここはこういう広場に